いやー、僕はですね、翡翠さんに無限の可能性を感じました。ということでですね、今回もいつも通り、漫画版ヤシャ姫の話なんですけど、今日やっていきますのは、サンデースーパー12月号に掲載されておりました、漫画版汎用のヤシャ姫26の章、思惑の話していきたいかなと思います。前回、しおりさんの船に乗りまして、海の妖怪である和田摘槌を撃破し、父、摂政丸の待つ長崎へと向かう三姫はですね、北九州までとりあえずたどり着いたわけなんですが、なんとそこにはですね、前に東鉄東骨などとの戦いの後に別れたはずの小悪水さんがこう待ち受けていましたねっていうところで、話入っていくわけなんですが、まずその前に言いたいのが、その前回の予想ほぼほぼ合ってなかったよねというところ。もうね、何話してたんだろうね、っていうのあったりしますが、見たかったシーンはですね、ほんと今回たくさん見ることできたんではないでしょうかというところで、まずはですね、待ち受けていた小悪翡翠さんなんですけど、このめたい話をね、先にしていくと、こう、椎名先生曰くですね、そのヤシャ姫における小悪、大人のね、小悪さんと、その今の翡翠さんっていうのは、実質オリジナルキャラクターなので、せっかくなら活躍の機会をということで、追加されたみたいです。もちろんその小悪さんっていうのはですね、犬夜叉の方でも登場というかいろいろ活躍していましたが、その大人琥珀っていうのはですね、少年時代のその奈落との戦いの後からさらにね、いろいろ経験を積んでいますので、ある程度その前作犬夜叉の時とはもう、いろいろとね、違う風なね、動き方もできたりするよと。翡翠さんももちろんですね、犬夜叉の最後の登場時は赤ちゃんでしたから、もうなおさらね、全然自由だよね、っていうと。なんでその、弥勒さんやね、サンゴさんみたいな、前作、犬夜叉とこう深いというか、それほどね、変化がないキャラクターではなく、その、よりね、動ける翡翠、枠さんっていうのを、参戦されたよっていうことみたいです。で、これはその、メタ的なところでの理由なんですが、物語的なね、話をしていきますと、小枠さんの方はですね、皆様もご存知の通り、胎児屋の里の長をね、務めているわけですから、そう簡単に自由に行動できる立場ではないですよ。でも、その少年時代にですね、操られていたとはいえ、家族だったり、関係ない人間をですね、いろいろ手にかけてしまったっていうこの悲しい記憶を抱えてね、生きているというのと同時に、その奈落の底からですね、救い出してくれた桔梗、摂政丸、神楽、姉であるサンゴ、などのおかげでですね、今も命をつなげられていますよっていうその圧倒的感謝。もうこの返しきれない恩っていうところも非常にね、大きく感じている心もあるわけでございます。で、今、その摂政丸であったり、犬夜叉たちがですね、危機に瀕しているよっていうわけですので、これはもうじっとしてなんかいられねえぜっていう話で、里のことはね、兄上に託し、移動はこのご母堂様の力を借りて駆けつけましたよと。だからその移動方法であったり、仲間になったとしても、こう一時的なものなのかなとかね、前予想しておりましたが、特になんか大きなね、問題がなければ、後の方とかにね、何もなければ、こう、最終決戦のところまでもう一緒な勢いでね、参加するってね、感じがありました。で、翡翠さんの方はですね、連れて行ったとしても、その里に対してね、特に問題がないからっていう、なかなかね、その雑な理由で連れてきているよっていうのを、その小悪さんから言われていたんですけど、でもなんやかんやですね、その期待しているっていうか、可愛がってる甥っ子であるだろうし、その秘めてある刹那への思いや、そもそもね、最初ついてきたかったけど置いてかれちゃったねっていうその翡翠さんの気持ちをですね、いろいろ組んでくれたのではないのかなと、勝手に思っております。で、もうこのですね、加入会から楽しみにしておりました、翡翠さん、刹那とのね、いいやりとりがね、ちょこちょこですけど、見始めてきていたので、いや、ほんとね、今後のここら辺のね、やりとりも楽しみだし、もうそもそもね、その翡翠さん小悪がね、次回から始まるであろうゼロとのこの決戦編でですね、どんな活躍を見せてくれるのかなというところもあったりします。で、これすごいね、個人的な話なんですけど、なんかですね、実はそのアニメの方ではそこまでその筆舌っていうところが、好意的に見れていなかったんですけど、漫画版だとですね、なんかここ、その応援する気持ちしかね、湧いてこないんですよ。これ何なんだろうかなと思っていたんですが、これまたその椎名先生のね、ブログの話なんですけど、アニメの方では凛々しかったのに対して、コミカライズではなんかポンコツ度合いがね、増しているそうです。なんでその、まっすぐそのね、ポンコツ翡翠にまんまと、待っちゃっているかもしれません。で、次はですね、今回のラストのところで、ゼロさんが、三姫に対してね、もう蹴りをつけようと言っていたシーンの話なんですけど、
ど、このね、セリフからもわかる通り、次回はね、そのゼロさんとの戦いがね、メインになってきますよと。で、もうすでにですね、何回か、ゼロさんとは小競り合いをね、やっていたりしますので、次の戦いっていうのが、ゼロさんとはね、もう完全決着になるんかなというところです。で、そうなってくると気になるのがですね、その多くの軍勢をね、引き連れて向かっているみたいですので、その戦い面はね、もちろん楽しみだったりしますけど、やっぱですね、ゼロさんがこう、どういう結末を迎えるのかなっていうところがね、より私気になりますって話で、そのアニメの方ですと、皆様ちょっと覚えてるかわかりませんが、ゼロさんという最後がですね、そのトワから権限しました犬の大将の幻影から伸びるその糸を、いつも通りゆかりの断ち切りで切ることで、捨てた心をね、取り戻していくも、なんかこう、よくわかんないんですけど、けじめのためかななんかそんな感じで、そのリクさんに解釈を頼んで死んじゃうというエンド。で、漫画版の方でも、その虹色真珠から心を取り戻すっていうとこまでは大体同じなのかなと、思ったりするんですけど、でもね、やっぱりこの死ぬっていうところが、アニメ見ている時もね、なんで死んだんやってね、思うところありましたので、漫画版の方ではですね、ゼロ改心してからの生存ルート、そしてこう、共闘するっていうのもね、いいのかなと思ったりするところです。そして、これはですね、そこまでというか、全くね、物語的には重要ではないんですけど、しっぽうさんと竹千代のね、バチバチし合う展開がね、あったりございました。これはやっぱりそのアニメやしゃ姫におけるマスコット枠としてね、竹千代さんっていうのがいたからこそ、ちっぽうっていうのはその参加タイミングが遅かったというか、もはや出てこない説がね、もう出るぐらいに、その音沙汰なしでしたので、そのマスコット枠争いの部分をね、椎名先生漫画でね、描いてくれたのかなっていうところでございます。であとここ絶対その枠組み違うのに、少しね、明賀さんがこう嫉妬心抱いて、戦いにね、参戦するかぐらいの、ね、話もね、ありまして、それもね、面白かったんではないでしょうか。そして、次がですね、その、アクレさんについてね、なかなか今回、判明したことが多かったと言いますか、その物語をよりね、深く楽しめる要素としてあったと思いますので、話していくんですが、で、その前に、その、これまでの話でアクレについて分かっているところ、話していきますと、その日本神話における最高神であるアマテラス大神の、可愛がっていた山犬、ペットですね。はい。それがアクレでございます。で、こいつが具体的に何をしてくれているのかっていうのはよく分かってないんですけど、そのアマテラスから言われて、その妖霊星の悪意から世界を守るために動いているよと。だからその犬の一族にね、すごい協力的であります。だから今その摂政丸様がですね、いろいろループをしているって話をね、何回かしているんですけど、で、同じ14年間をその100回以上ね、今繰り返しているわけなんですが、この繰り返しているのもアクルの力であるよねっていう話だったら、めちゃくちゃわかりやすかったんですけど、そんなアクルさんからですね、今回ちょっと発言がありまして、はい、それがこのようにありました。はい、ね、もうこういうことだったんですよ、皆さん。これでね、もう全て分かったら、すごいですよね。全然読めないんだけど、これがごぼうどう様曰く、繰り返しをこれ以上放置しないと言っているそうです。だからタイムループにすごい否定的だっていうことがね、ここからわかるよと。で、そうなると、摂政丸様の、ループしてるね、繰り返してる原因はアクルではないよねっていうのが、今回すごい、明確になったよと。でもこれは一応ね、前の話でも、摂政丸様自身がですね、時が戻っているのはアクルではなく、妖霊星の失態だっていう風に言っておりました。ので、それがその今回の話でよりはっきりしたよねっていうだけのことではあるんですが、でもそうなってくると、じゃあ何がこのループの原因なのかは今月の話でもまだまだ謎だよね。一応候補としましては、虹色真珠が妖霊星の失態というか、妖霊星自身がやってる繰り返してほしくないのに。で、あとはアマテラスさんが、そのデウスエクスマキナ的な立ち位置で、最終的に介入してくるとか。でも、アクルが否定的なら、それもないのかなとか思ったりするところです。で、あとはやっぱりね、その時の風車っていうところかね、あったりするけど、でもこれまでの話聞いてくると、これも時の風車なって感じもあんまりしないから、まだまだわかんないことばっかりです。で、少なくともですね、今後そのループしている原因っていうところがちゃんと発生しまして、そこでね、はっきりしてくるわけなんですが、もうその、アクルさん曰く繰り返せないということはね、もうループしないよっていうことだと思うので、そうなると、そのループの原因となるものが発生すると同時に、それを阻止していかなければ、もう世界終わっちゃうよね、みたいなことになると思うんですよ、このままだと。
ただそれをですね、椎名先生がどう展開していくのが非常にね、楽しみだなというところだと思ってまして、これがやっぱりですね、その窓巻きみたいに、今回の話のようなですね、その主人公がループしない系物語だったりですと、主人公が何度もループする作品、リゼロみたいなね、ああいうのに比べて、ループしている表現がですね、あんまり出てこないわけですわな。でも、だからこそ、その分、一回のですね、ここでループしているんですっていう、そのターニングポイントでの重要性っていうのがですね、とんでもなくでかくなっていきますので、そこをですね、どういう風に表現していくんだろうかっていう、ちょっとですね、ループもの談義しつつ、またですね、ここら辺の、殺生丸様がなんでループしているのかっていうところに関しては、改めて、話していきたい欲望がですね、僕自身にありますので、その殺生丸様のループ原因の案っていうところがね、なんか皆様の方にもあれば意見いただければなと思っているところでございます。そして、次もですね、また同じくアクルさんの話になっちゃうんですけど、そんなにね、今回掛け合いシーン多かったわけではないんですが、ご母堂様がアクルに対して、我らが神祖とね、言っていたんですわ、今回。で、この神祖という言葉をですね、ちょっと調べてみますと、皇徳の偉大な祖先、天照大神、神武天皇、徳川家康の尊称という風にありますので、もしかしたらアクル徳川家康説っていうのも言えなくはないんですけど、正式な名前がね、時アクルの神という、その山犬の神様であるよということからも、よっぽどそのアクルっていうのは、犬の一族の祖先であると、言ってもね、今回いいんではないでしょうかとところです。おでこにね、三日月もあるしね。そして、これによりまして、アニメ版の方でありました、犬の一族しか、そのアクルの姿をね、見ることができなかったよっていう、特にね、詳しく説明もなかった設定っていうのがあったんですけど、ここに関しての理由付けもね、同時にできたので、いい具合にね、設定付けたんじゃないかなと思ったりします。で、またね、これちょっと個人的な話なんですけど、このアクルっていうのが、その、アニメの中でもですね、なかなかに、僕、好き度の高いキャラクターではありましたので、そのアニメ作中ではですね、三姫をね、現代から戦国時代にね、連れていくことに対して、この力を使い果たしてしまったのか、なんかここもよくわかんないんですけど、最後は気になっちゃうんですよね。そういう、すごい、一番かわいそさをね、感じる、ほんと唐突な死をね、迎えるっていうですね、リアルタイムで見てた時もね、くるーっとね、もうなる最後でした。やっぱその漫画版の方ではね、ちょっとキャラクター性とか、いろいろ設定が変わっているっていうところもあるかもなんですが、できればね、幸せになってほしいなっていうところで、今回はですね、漫画版汎用の夜叉姫26の章、思惑の話させていただきました。それでは、ありがとうございました。